どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び、イム様の悪魔の実の能力です。ここまで、イム様考察シリーズと題して、2年前からずっとイム様について考えてきました。まず2年前、イム様とはイム様ではないかと考え、イム様が描かれた908話は、クレハ。ドクタークレハとイム様は表裏一体、イム様は不老の存在だと考えました。また2年前には空気を操る能力ではないかとも考えましたが、1年前に考察を重ねた結果、イム様の能力は空気ではなく水の能力ではないかという結論に至りました。さらに他にもゴッドエネルとの表裏一体やアルビタ、ハンコック、ビオラ、ナミ、ビビ、ミスゴールデンウィーク、プリンなど数々の表裏一体キャラも考えてきました。その中で特に重要なのが三つ目族プリンだと考えます。それはルフィとサンジの完全なる真逆の表裏一体から、サンジに惚れた三つ目族プリンがいるなら、神の天敵、つまりルフィの天敵はイム様であり、真の開眼を果たした三つ目族だと考えました。また1年前、こちらの動画ではイム様を表す語呂合わせを考えました。こちらです。作中でイム様をイムと呼び捨てにした人物はいない。天竜人の頂点、世界の頂点、イム様には必ず様をつける。つまり、イム様を表す話数の語呂合わせ。それは、イム様。163話。163話のオアシスに大きく浮かぶ夜空の月。そして、水を欲しているルフィ。さらに、身を隠す王女。世界政府の抵抗勢力、アラバスタ王国のコブラ王曰く。天候は神の営み。そんなアラバスタ王国の首都はアルバーナ。花です。163話がイム様。そしてこちらでは類似する話数にはつながりがあると考えました。すると163話イム様につながるのは1063話です。1063話の扉絵では三つ目族プリンがさらわれています。そしてプリンはショコラタウンにいますが、ショコラとはチョコレートであり、チョコレートの語源は古代アステカでは苦い水という意味のショコラトル、水です。それは神の食べ物とも呼ばれていたそうです。こちらの動画ではイム様は雨や水の神だと考えました。さらに水や雨、霧、雲や雪のイメージもあり、竜はもちろん鳥のイメージもあると考えてきました。そしてさらに歌もイム様のヒントキャラでしょう。さらには黒住日暮もイム様のヒントキャラでしょう。おいおい、言ってることがめちゃくちゃやん。そう思うでしょう。しかしこれら全てとつながる幻獣種が一つだけ存在します。そちらを今回考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによってワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方や、最新話をまだ読んでいない人は今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。天竜人の頂点、世界の頂点に君臨する存在しないはずの王、イム様の能力とは何か。前回のこちらの動画ではイム様はメルジーヌにたどり着くと言いました。メルジーヌとは竜の翼と蛇の下半身を持つフランスの水の妖精であり、尾ひれが二股の蛇竜人間です。メルジーヌはその正体を隠してお風呂に入っている姿は覗かないという約束をしてフランスの貴族と結婚しますが、貴族の男は約束を破り覗いてしまい、正体がバレたメルジーヌは竜になってお城から飛んでいってしまうというお話です。このメルジーヌはさらに人魚伝説とも合わさっており、人魚姫白星との表裏一体が成立し、さらにハンコックもルフィにお風呂を覗かれていましたし、イムとは仏、フランスのイメージにも合致します。またメルジーヌはセイレーンとも同一視されており、二股の人魚型セイレーンはスターバックスコーヒーでロゴとして採用されています。スターバックスの由来は海洋小説白芸に登場する航海士スターバックから名付けられたもので、スターバックイコールセイレーンイコールメルジーヌイコールイム様なら、それは面白いつながりでしょう。イム様が滅ぼしたルルシア王国ではコーヒーのエピソードが描かれていました。さらに二股の人魚といえば心ばあさんでしょう。ゾロは心ばあさんが人魚であることを自分の記憶から抹消していました。このあたりが空白の100年のヒントにもなり得そうですが、しかしイム様メルジーヌ説は何かが弱い。イム様は世界の創造主であり、もっと強大な力を持っているはずです。イム様メルジーヌ説は一旦捨てて別の理論を新たに考えました。まずは結論からいきましょう。僕が考えるイム様の能力、それは虹蛇です。ヘビヘビの実、幻獣種ウロボロス。それは別名世界蛇、虹蛇。
実はこの世界ヘビ、ニジヘビ、ウロボロスについては、6年前考察本に寄稿していた頃に考えましたが、結局6年経っても同じ考えにたどり着きました。イム様がニジヘビ、ウロボロスなら、水も雨も雲も雪も医療もオカマもセラフィムにも全てにつながるのです。どういうことでしょうか。ニジヘビとはなぜか古代から世界各地に伝わる雨を降らせる能力があるとされる虹の創造神です。ニジヘビ、レインボーサーペントは6000年以上前のアボリジニが描いた岩の絵でも確認できるそうです。太古の人は虹をヘビだと認識していました。北アメリカではニジヘビは夏には雨を降らせ、冬には雪を降らせたと言います。オーストラリアやアフリカではニジヘビを怒らせると大洪水を起こして人々を飲み込んでしまうとも言います。つまり創造主イム様がもしもニジヘビの能力者なら、水も雨も雲も雪も可能。それはまさに神であり最強種です。そして海賊たち船乗りにとって天候こそが敵でしょう。気候がめちゃくちゃなグランドラインは7本の時期を帯びており、それは七色のニジヘビのイメージか。ワンピースのロゴのドクロは口に縄を加えています。つまり口縄です。口縄とは日本語でヘビという意味です。また1060話でバツ印をするイム様は墨でバツ印をしていた黒ずみオロチとつながります。もちろんニジヘビの虹はこちらの動画で考えたイム様のヒントキャラミスゴールデンウィークのカラーズトラップ夢の虹色にもつながります。そしてワンピースのコミックスの表紙にも注目です。コミックスの表紙には虹が中央に3度登場しています。53巻のハンコックと虹、66巻の白星と虹、83巻のビッグマムと虹、62巻にも虹がありますが中央ではありません。つまり女王と虹には関係がある。ここからさらにイム様、ニジヘビについて一つずつ考えていきましょう。イム様イコールニジヘビにたどり着いたのはワノ国編でした。ワノ国編は最終章と表裏一体になるでしょう。そんなワノ国を苦しめたのはウオウオの実、清流、カイドウとヘビヘビの実、ヤマタノオロチの黒ずみオロチ、そして元凶は黒ずみヒグラシと黒ずみセミマルでした。つまり竜とヘビとセミです。竜とヘビは古代から同一視されているのでイメージがつかめるでしょう。しかしセミは意味不明です。セミは漢字でセミと書きますが、セミを表す漢字がもう一つあります。それはゲイ。ゲイとは缶ゼミ、つまり日暮らしという意味です。そしてこのゲイはもう一つ意味があります。それが虹です。つまりゲイとはセミであり虹です。となると黒ずみ日暮らしとセミ丸はセミだけでなく虹のイメージも持っている。中国では虹のことを光芸と言い、にわか雨の後に現れた相当の虹は不吉だと言われているようです。そんな二人がオロチに授けたのがヤマタノオロチ、ヘビでした。あまりピンとこないかもしれませんが、黒ずみイコールニジヘビで成立します。次に考えたいのはブラックマリアとその部下であるサラヘビ先生です。サラヘビ先生はそのままヘビのスマイルであり、ワノ国の歴史を改ざんしていました。これは空白の100年につながるでしょう。天竜人たちも歴史を改ざんしていると考えます。そんなサラヘビ先生はブラックマリアの部下です。ブラックマリアの部下たちはヘビのイメージです。獅子花ヘビのスマイル、濡れ女や白ヘビのスマイル、天井下がり。そんなブラックマリアは雲雲の実、雲でした。雲と雲。天井にぶら下がる雲のブラックマリアはルルシア王国を滅ぼした天を覆った雲のイメージか。ちなみにこちらの動画ではイム様はロビンとも表裏一体だと考えましたが、ブラックマリア戦でロビンがいきなり使った技はシーサーペント。シーサーペントとは巨大な未確認の海ヘビです。ニジヘビは海外ではレインボーサーペントと言います。続いて考えたいのはイム様イコールイム様説です。こちらの2年前の動画ではイム様イコールイム様だと考えました。それはマスターオブ医者ドクタークレハとつながりフローであると。もしもイム様の正体がヘビなら、ヘビとは医療のシンボルアスクレピオスの杖。杖に絡むヘビは生命力や権威を象徴しており、ギリシャ神話の医療神アスクレピオスの持つこの杖は超自然的な力を示す医療のシンボルです。そんなアスクレピオスの杖は世界保健機関 WHO のシンボルでもある。そして国連の旗にも注目しましょう。国連の旗は北極を中心に5つの大陸が合わさり全世界を表していますが、5つの大陸は五老星を表す。
そして WHO はその中心にヘビ、イブ様がいる。このヘビイコール医療のイメージはギリシャ神話だけでなくエジプトにも起源があります。それはヘビ神ウジャト。ウジャトは癒されたという意味であり、ウジャトはさらに天空の神ホルスの聖なる左目、ウジャトの目としても有名です。さらにウジャトの目は全知全能のプロビデンスの目としてもつながっていきます。そんなウジャトの目は月を表し、右のラーの目は太陽を表しているそうです。イム様と敵対するドラゴンの革命軍の旗にはレボリュショナリーアーミーの略 LA と書いてありますが、これは太陽神ラーのイメージもある。すると左のウジャトの目がイム様、つまり蛇のイメージか。またエジプト神話にはウジャトの他にアペプという悪の化身の上ばみもいます。アペプはラーが乗る太陽の船を守る戦争の神セトの天敵だったとも言います。ワンピースにおいてセトといえば400年前のジャヤに登場したセトでしょう。セトは蛇の貸し神と最終的には仲良くなっていましたが、そしてさらに医療といえばイワンコフです。これは以前も考えましたが、イワンコフが登場したのは537話、地獄に仏と書いてオカマ。ここでは仏をオカマと呼んでいます。するとイム様はオカマ、ジェンダーレスなのか。これもイム様がもしも蛇のイメージなら合致します。蛇やトカゲは雌雄同体だからです。つまりオスとメスの区別がないジェンダーレス。そして虹は漢字でゲイとも書く。これならこちらで考えたクロコダイル女説からわかるイム様との表裏一体も成立しそうです。ちなみに古代の神話では竜と蛇とトカゲ、そしてワニと魚はなぜか全て同一視されています。さらにこちらの動画ではイム様の正体は真の開眼を果たしたミツメ族だとも考えました。これもイム様がもしも蛇、爬虫類ならミツメ族のイメージと合致します。なぜならトカゲなどの一部の爬虫類は露鳥眼という第三の目を持っているからです。露鳥眼は光を感知して位置情報を取得できます。次に前回の動画で考えたベガパンクについても考えましょう。こちらの動画ではベガパンクはイム様の存在を脅かすと考えました。生物を感知して天候を操作したいベガパンクはイム様の能力もしくは古代兵器ウラノスの力に匹敵すると捉えられ、ベガパンクは命を狙われていると考えました。そしてベガパンクは1人のステラという本体から6人の猫、サテライトを生み出しています。それはいわば1イコール6、つまりイムです。そんなベガパンクは七部会からセラフィムという人間兵器も生み出しています。このセラフィムとは四天使とも言いますが、実は6枚の翼を持ち燃えるように飛ぶ蛇とも言われているようです。つまり七部会の蛇とは七色の蛇、虹蛇のイメージとセラフィムも合致しました。そして中国のことわざには虹が出なければ悪い星が世の中を乱すことはないというものもあるようです。サテライトとは衛星のことですから、イム様には星のイメージもある。それは白星と表裏一体か。続いては歌についても考えましょう。歌について考えるにはオーストラリアの先住民族アボリジニに伝わる虹蛇の伝説を解説しましょう。太古の昔から続く先住民族アボリジニたちは無限の時、ドリームタイムという世界観を持っているそうです。その考え方によると、世界は目覚めている時と眠っている時の2つに分けることができ、眠っている間の夢の世界こそが真実で、目覚めている時の生活は幻でしかないと言います。その夢の世界で最も偉大な精霊が虹蛇だそうです。ここまでの話で気づいたように、このアボリジニの世界観は歌が歌うたのみで実現しようとしていた新時代にそっくりです。そして歌も虹を出していました。またオーストラリアにはレインボーサーペント祭りというアボリジニの秘密の儀式を昇華させたフェスがあると言います。このフェスのイメージは歌がいたエルジアにそっくりです。以上のことからイム様虹蛇説を唱えたいです。さらに虹蛇は海を渡ってエジプトでトグロを巻いた蛇神メヘンに姿を変えます。このメヘンはさらにギリシャへ渡り哲学と融合してウロボロスになります。それこそが虹蛇ウロボロス。ウロボロスとは自らの尾を噛んで飲み込み円を形作る蛇または竜です。この円形は始めと終わりが一致すること、つまり始めもなく終わりもないことから古代から永遠や不滅の象徴とされてきました。ここでお得意の語呂合わせを使いましょう。ウロボロスの語呂合わせはウロボロス
56163。5は中国語でう、1は時形から棒と読みます。そう、ウロボロスの語呂合わせ56163を分離すると、ゴムとイム様、ゴムとイム様になる。ゴムゴム5656のルフィは、ゴロゴロ5656のエネルの天敵でした。さらにハンコックのメロメロもワンピース公式の語呂合わせ的には5は5月のメイと読むのでメロメロ5656です。これらのことからイム様も56にちなんだ語呂合わせの悪魔の実の能力だと考えます。それこそがウロボロス56163。さらにウロボロスのウロとは漢字でウロ。さらにもう一つ漢字でウロ。イム様は空の玉座に座り空の天候を操れるウロボロス。世界蛇ヨルムンガンドとも同一視されるウロボロスはおそらくとてつもなく巨大。もしもイム様がウロボロスなら巨大な戦いが起きる。しかもさらにイム様がヘビならゴムと同じ性質も持っていそうです。ヘビにはラバーボアというゴムのような性質のヘビもいます。そして極めつけはハンコックの語呂合わせハンコック859は扉絵には嘘つきウソップと虹ヘビウロボロス。そしてさらに虹の語呂合わせは虹。24は偽れぬもの。それはイム様の秘密。秘密の語呂合わせは火と読む1が3つで秘密。111は秘密。そこには蛇がいます。さらにはイムとは仏、目覚めたもの、ブッダ。ブッダのダという漢字の成り立ちは山と蛇です。イムヘビとはブッダ。そんなウロボロスはローマで出版された美術書において永遠エテルニタというタイトルで擬人化されています。それは星を散りばめたワンピースドレスを着た女性のような姿で表されている。そして下半身はウロボロスのように交差して合体して包み込む。それはまるでスターバックスメルジーヌ。僕の考察もウロボロスのように一周回って一つなぎになったようです。考えをまとめると、イム様の正体とは真の開眼を果たした三つ目族であり、その能力はヘビヘビの実現住種ウロボロス、別名虹ヘビだと考えます。それは水を操れる。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。